小池でーす。そしてのすけでーす。どうやでーす。舐めてるよな、もう。何してんの。どうしたんすか。寝てたところで始まっちゃったからびっく寝りした。てたところで。最近ね、そういうことね、悪いと思ってへんの。いやいや、思ってたよ。なかなか始める方が悪いやろね。そっちがちゃんと言ってほしかったよ。はい。毎週火曜日はですね、はいのすけ海鮮丼さんによる深掘り会ということになるんですけども、ジャンプ41号の内容もまあ扱ったわけじゃないですか。はい総竜図ということでね、はい2匹の竜がね、まさか出てくるっていうのはね、そうそうそう。海賊の物語でさは、竜2匹登場すると誰が予想すんの。いやもう何の話ってなっちゃいますからね。確かにだ。まだね、陸で戦ってるのか、今空中戦やからね。そうやね。そうもうそれは空軍やで。空島でね、やっぱり3000ありましたからね、空中戦ってね。確かにその通りですね。でもね、昨日総竜図の解説から、はいまあ言ったら親子の会話まで、いろいろこう僕も解説しちゃったんですよ。あ、そうそう、面白かった。なるほど。何をこれ以上深掘れるんですかっていう話ですよね。そこを掘るのが僕なんですっていうことです。モーリーより掘ってる。ゴツゴツ。ほら笑いは惚れてないから当たるんです。掘れば当たるんですね。あ、なるほど、なるほそうど。はい。やっていきますか。はいよろしくお願いします。タイトル今回総竜図じゃないですか。はいはい。だから桃之助とこのカイドウの対比みたいなのに最初目が行くんですすげえ。まあ確かに竜2匹やからね。そうこれめっちゃ興奮する構図だし、あっちーってなったじゃないですか。あ、ちただ僕が今回最も注目したのはちょっとそこではなくどこっすか。カイドウヤマトなんですよね。カイドウとヤマト。まあなんか大きく前半後半みたいに分かれてたと思うんですよ。前半ヤマトカイドウ描かれて後半なんか桃之助がこう突進していくみたいな。そうっすね。それで僕前半ちょっと最初に言わせてもらいたいなと思ってて、そこで僕一番気になったワードがカイドウヤマトをこう叩きつつ潰しながらガン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 やりながら言ってた言葉、人は力で支配しろ、お前は鬼の子だ、人間と仲良くはなれねえっていうことです。このね、鬼の子なんですよね、やっぱね。鬼の子。はい、これ面白いなって思ったのが、今までじゃあ鬼っていうなんかワードがどこで出てきたかなっていう一回振り返ってたんですよ。でなってくるといろいろ発見があったんです。まず一番最初に出てきたのがそれこそゾロのおにぎりとかかなと思うんですね。なるほどなるほど。それすごいっすね。だってゾロってもしかしたらワノ国の技を使ってる可能性があるってこと最近出てきたわけじゃないですか。そのゾロが一番最初に鬼が出たのが鬼を切るっていうおにぎりなんだから。それ深いな。めっちゃおもろい。だってあの時だってさ、ゾロがまだ下月なんで分かってるし、ワノ国出身でも分かってないし、まずロロワだし、おにぎりって石丸と同じようなフォームだったのもそうだし、そもそも理科のおにぎりを食べたんだね。そうなんすよ。確かに。どんだけおにぎりかかってんねんみたいな。かかってきてるわけですよ。ヤマトのビブルカードの裏に書いてあった人がおむすびみたいなとか。おお、買い取った買い取った。侍一緒の中にいた人、なんかそういうの全部これ繋がってきてんじゃねえかみたいな。なるほど。これはなわけですよ。おお、さすがっすね。そうで、さらにですよ、さらに物語が進むにつれて鬼っていう存在が本格的に出始めた。でそれを最も感じたのがまずロジャーですよね。ロジャー。頂上戦争が終わってルビーの過去回想に入った時にガープとダダンが話す場面があったんですよ。そこでロジャーは仲間のためなら逃げずに立ち向かうんだ。その時のロジャーはまさに鬼。そういう発言だったね。なるほど、言ってましたね。明確にこれ鬼って言ってます。ガープ。ここでロジャーは世間的に見たらすごい鬼のような存在だった。めちゃくちゃ恐ろしい海賊っていうかもうね表現されてるわけですよ。でその息子のエースはって言ったらこれダダも言ってるんですけど鬼の子って言ってるんですよ。ああ、言ってましたね。最後ね、死ぬシーンでもね、鬼の。そうですそうです。この俺そう確かに確かに。愛してくれてありがとうって言ってたわ。言ってるんです。エースも自覚してる。自分鬼の子だっていうの。でその鬼の子と呼ばれたエースと今カイドウ自身に鬼の子と言われてるヤマト、これ2人接点があったんですよ。ちょっと待って、これもしかするとそういうこと？そういうこと。マジ？いやそういうこと？わかんないですよ、わかんないですよ。だって友達がならいたよっていうエースが出てる。もしかして兄弟？やばいな。飛躍した部分ありますけど、そういうなんかどこまで想像力働くなっていう驚きはあるじゃないですか。いや、あるある。やばくないですか、この。確かにね。で、まだなんですよ。そっからさらにですね、新世界編入りまして、魚人島に行くじゃないですか。そこでフィッシャータイガーも魚人島の過去編でジンベエに俺は自分の心の中に潜む鬼が恐ろしいと。言ってましたっけ？人間をこう憎む気持ちみたいな。そうそう言ってた。人間を愛せねえって言ってたんです。なるほど。そうだからフィッシャータイガーの中にも鬼が潜んでる。みたいな。フィッシャータイガー。はい。
兄弟。いやそれはやばいないやいや待って待って、なるほど、いやそういうことか。いや納得しないで。こっちが今のはちょっとこっちが精神から落ち着いてください、落ち着いてください。小焼さんわかります、気持ちはわかるんですけど、はいね。でさらにですよ、最近のジャンプではいジンベエがこう風俗にとどめを刺す時、鬼瓦制限とか、ちょっと待って、いや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 兄弟誰と、じゃあもう誰と今わかんないです、いろいろ出てるけど誰とってなっちゃうこれ。いや確かになんなんその納得。カイドウとジンベエ髪の色一緒やな。お前似てるわ。そうか、そうなのか、じゃあわかんないですけどね、置いといてください、一回落ち着いてください。落ち着くここがまあちょっと兄弟説ちょっと置いといて、で SBS で過去にジンベエのこの脳内メーカーが出た時にはいはいはい。鬼っていう人鬼だったね。あった。なるほど。効果とかそういう鬼のなんか尻場面がめちゃくちゃあったわけですよ、これまではいはいはいワンピースの中で。おうそれが今ですね、ヤマトとカイドウの会話の中にまた出てきたことによって僕の中で再燃したんです。なるほどね。そう、で整理しますけど、まずロジャーが鬼って言われてたと思って、第三者から見た目線じゃないですか。はい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 今度フィッシャータイガーとかっていうのは自分の心の中にある鬼、はい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 。精神的な部分の鬼、確かに確かに。でこういう違いがある、おで今度じゃあヤマトとカイドウはどうなのかって言ったら、カイドウが多分ここで言ってる意味合いっていうのは、ロジャーみたいに鬼みたいな怖さっていうのもあると思うんですけど、種族的な意味合いも多分あると。鬼族。そう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 、そういうことです。なるほどそういうことです。だからこれら全部違った意味の鬼っていうのがはいはい今まで出てきてて、ここで鬼を出したっていうことは、なんか種族的になんか鬼みたいなのがあるんじゃないかっていうなるほどね可能性を感じたんです。だからこんなゾーン系にこだわってるのかな。そこなんですよ。全てのゾーンの頂点に立つのが鬼族なのかな。うわ、それめっちゃおもろいわ。どそれめっちゃおもろいですね。ねだから百獣っていうのはライオンと思わしといて実は鬼だったよっていうことなんですそうよね。そうな、それはがあその根拠として一応言えるのが百獣海賊団の海賊機ね。そこにもなんか角がこう生えてまして、確かに確かに。はいそれが要するにまあオオズとか、おうそういう古代巨人族とかともしかしたらつながってるんじゃないかっていうな可能性もあるわけですよ。どなるほどそね。鬼族ね。そういえば最初にさ、カイドウ出てきて竜出てきた時って、はい竜々の実なのか、もしくは人の実でモデルオーガとか。確かに確かに。はい分かれてて意見がありましたありましたありましたもともとどっちやねんと、うん動物から人間なんか人間から動物なんかみたいな、おーそうそうそうやったそれがねもうなんか解決しちゃったんですけど、今これ再燃そうですそうです。そう鬼族ねの後ではなるほど。鬼族とかっていうのは前から多分言われてたことはあると思うんですけども、ここに来てよりそれがなんかちょっと強まったかもしれないなだっいう。っててねルナリア族って新しい種族もこれ出てきてるわけですからね。確かに。そこなんですよ。どんどん今新しい種族みたいな名前が出てきてるんで、はいはいはい全然そういうのが出てくる可能性ある。なるほどなるほどなるほど。で今小焼さんがその言った人間が先か種族が先かみたいな話あったじゃないですか、だから例えばチョッパーで言えばはいもともとトナカイだったんだけど、人の身を食べたことによって人トナカイみたいなはいはい融合みたいな、はい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 。だからまあウオウオの実を食べる前のカイドウはどんなやつだったのっていうのもそうねすごく気になる。なるほど。出てないですからね。出てないんですよ、うんこれは食べたのはゴッドバリ事件の日なんで、確かに確かに。その前は能力者なかったんです。わからんもんな。そうそうそうおーそこはどうなのっていうところとかね、幻獣種っていう実が今すごくフィーチャーされてるじゃないですか。はい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 。カイドウもそうだしヤマトもそう、おーでワロクに他にもなんかいろいろ幻獣種の実がいくつかあったり、マルコとかもね。そうマルコもそうだし、おーあとは最近分かったのが鬼丸ね、確かに確かに。そうモデル大入道の幻獣種、おーソロチもね。ソーロうちも幻獣種でしょ。幻獣種しか俺ですやんってめちゃくちゃおるな。こんな出してくるっおーおーてそういうことになってるんですけど、ただそれがもしかしたらこの鬼とかっていうものをはいカモフラージュするための持っていき方なのかなと。鬼もね、僕らからしたら厳重ですからね。そうでしょ、言ってしまえば確かに確かにね、なのでそういうつながり方したらめちゃくちゃ面白いやんと。なるほどなるほど。おもろいおもろい。この鬼の子からですね、そういう考えが浮かんできちゃったなっていう感じなんですね。はいねでやっぱりその後に直後に人間と仲良くなれねえって言ってることからも、そもそも人間とは違った生物なんだ、まあだからほんま魚人みたいな歴史があるかもしれないですね。そうそうそう、そうだね最強生物とは言われてるけど、なんかそういうね経験があったんじゃないかなっていうのも想像できるわけです。確かに確かに。そうできるできる。だからこそヤマトもカイドウと同じようにもう本当に普通の人間ではなく、特殊な生物なんだなっていうのが僕からも分かるなっていうことなるほどこれがなめちゃめちゃなるほど、はいちなみにその上の方でさ、はいちらっと覗いてる小山とがめっちゃ可愛いんやけどさ、はい小山との右の角塗り忘れてるよね。本当や気づかなかったっす。ジャンプ
ならではのね、そうそう表現のね。そうそうまあもしかしたらヤマト毎日朝塗ってるんかもしれないしな。嘘でしょ。何を塗ってるんですか？角キュア。角キュア？そのキュアとは何ですか？角に塗るマニキュアのこと。こうやって塗ってシャンプーの時に流してまた塗ってみたいな。そんなのメイクシャンプーで取れんの？あ、シャンプーとかです除光液とかつけへんの？あ、大丈夫です。大丈夫です大丈夫ですメーカーの意見やすそれ。ごいですよ。で、あと、ヤマトが仲間になるかどうかっていう議論がより混迷を極めたなと思ったんですよ。ほう。それがなぜかっていうと、これもカイドウの発言なんですけど、はいここに来た侍たちの誰がお前を同志だと思ってるっていう発言あったじゃないですか。こうやって要は赤鞘国男とかも誰もヤマトの存在って今知らないです知らんね。ですよね。確かに確かに。面識がないわけです、誰も。忍ぶぐらいよね。そう、忍ぶぐらいしかまだ会ってない。はいもし意味ないかもしれないですよ。うんただちょっと何かそこに意味があるとしたら、ほうこのままヤマトが誰にも知られずに、はいワノ国の守護神としての役目を終えるっていうほ可能性もしかしたらあるんじゃないかう。な。なるほど。思っちゃうだけですはいはい。マシュー君とかといろいろ話した時も、はいヤマトが死ぬんじゃねえかみたいな、確かにね。そういう話出たじゃないですか、はい誰にも知られずになんか話を終えてるっていうのがパターンあるのかなってちょっと疑問に思っちゃって。なるほどね。なるほそどう。であとそのルフィとつながりがあるっていう意味で言えば、例えばアラバスタとか、はいそういったところとなんか展開が少し似通ってるなっていう部分があって、ほうやっぱりビビってアラバスタの時に、自分一人がこう頑張ろうとする力すごく強かったじゃないですか。そうですね。そうそう。そんでユバを出た後にルビーと喧嘩するわけですよ。はい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 。なんかお前一人だけ背負ってるみたいな感じ出しやがってとか言って頼ってみるみたいなうん。感じがあって、それビビは自分の思いを打ち明けてアルバーナで決戦する、はいでもクロコダイルに、お前に国は救えないと言われ宣告されるわけですよ。言われますねそうそれで落とされだけどルフィに拾われて、お前の声なら俺たち聞こえてるっていうね、持っていきたなったわけじゃないですか。でかっこいいそうでヤマトもなんか結構それに近しいなと思ってて、なるほどな。結構自分自身の力でどうにかしようってめちゃくちゃ頑張ってるじゃないですか、ヤマト確かに確かに。そう今、で、能力とかいろいろ駆使してカイドウに挑むんだけど、でも勝てないってことも半分分かってると。そうね。ビビもそうなんですよ。もちろんクロコダイルに勝てるとは全然思わないんだけど、でも国を救いたい、そのなんかジレンマの中ですごくもがいてた。はいなるほどはい。カイドウに負けそうになるんだけど、そこにこう今回やっぱりルフィが来てくれて、お前が止めといてくれたんだなって言ってるじゃないですか、ルフィが。言うてるわ。そうそう、そこがやっぱり繋がってきてるなっていうのをなるほど。感じた。熱いなっていう。俺はね、逆にビビ仲間になれへんかったから、はいはいラジオに言うんだったら、最後ヤマトもこうやってるかもしれない。うわいやいつ書いたよ、ヤマトと。今んとこなさそうですけど、今書こう。今書くのか、今今書くのか。炭十郎のなんか偽物で出回ってる人がバツって書いてあ誰が絵で向かってるか分かんないから。確かに確かにそれは確かにる。最後こうやってルフィたちに見よう。悲しいよ。ビビがさ、王族やからさ、こうやってやっただけでさ、ヤマト海賊やから別に言ってもよくないまた会ったら仲間だぞって言ってもよくない。赤鞘たちに正体を見せない感じで。ああ、なるほど。なるほど。バレないように、なるほどねバレないように仲間になるならない含めて、はいこの後の展開、そのワノ国が終わった後、赤鞘とヤマトどういう風になるのかなっていうのもすごい気になるんですよ。確かにでな。そこでなんかカイドウの憎き息子をバーって言いかけて、仲間でござるみたいな感じがこう切れてかっこいいって言ったのね。お前に罪はないと。そうそうそう。生まれてくる子に罪はないみたいな息子にね、対してはなるほど。優しいパターンもあるかもしれないですよね。まあ実際にね、その幼少期のヤマトと会った侍たちはそういう感じでしたもんね。そう、まあ赤鞘にとってみたらその辺は関係ないのかもしれないけども、自分の息子を葬り去ったつまり立場で言うと、はいすき焼きなんだよね。あすき焼きの立場からすると息子は許せないだろうほうと、ヤマトのことを、んでもそこであえて許すのがすき焼きって感じで、やっぱすき焼きは生きてるべき存在として、まあ、考えれる。それはやっぱりね、秘訣っぽい感じもするから、それがヤマトと会った時にうんってなる自分の息子を失ったのあるけど、はいまあ、そこあえて許す感じがなんかああ、もう一緒におでん食う感じで。いいですね。そう高い。多分ちょうどその時にね、多分おでんのシーズンになってると思うね、冬。確かに。で、あとそれで言うと、鬼ヶ島ってなんか冬島みたいな描写あったと思うんですよ。なんかはい、ありましたよ。そのあれ打ち入りの時もそうだし、ですよね冬の時も。そうだしそうですよね。だからそれが今移動してるじゃないですか。はいはいはい。だから移動した先に着いたのが春で桜咲いて終わるみたいな。あー、なるほどね。演出めっちゃいいなって思うんですよね。めっちゃいいよね。そう雪解けしてね。でもなるほどそうね、だって鬼ヶ島から移動してからみんなめっちゃあったかなったやん、急に。そうそうそうなってるよね、今ね。温度差感じてみたいなとこもあるかもしれないですし、そういうのもあったらいいなと思います。おもろー、はいおもろいんですよ。ピースおもろおもろいんですよ、ワンピースは。おもはいで、あと、まあやっぱちょっと僧侶にもちょっと触れていきたいと思うんですよ。はいはいはい。 2匹の竜の対決っていうのが多分描かれるんかなと僕は思ってんすけど、この辺りどうですか？なんかこのまま竜と竜の対決ってあると思います？純粋に。
闘力の差がちょっとまあでもそうなんですよね。確かにな。その今桃之助が大きくなったことっていうのは空を飛ばすためだけに大きくなってる気がしちゃう。なるほどなるほど。ここでボロブレスとか一丁にめっちゃ出せたらそれこそ、成長を穴埋めするために、あえて失敗作っていう設定を盛り込んだらここで生きてくるかもしれないですけど、あ、そっか。なるほど。ベガパンクでね、そう失敗した。めちゃめちゃ強くなっちゃってみたいな。はいはいはい。超えちゃったわ、だから失敗作やみたいな。それめっちゃおもろいけどな。強力すぎたがゆえのね。ボロブレスとかやったらもうカイドウ消し崩になる。びっくりするやろね。北海道仮装されちゃったよーみたいな。いやそれはそれでいやいいんですけど、まあただそうなってくるとちょっとルフィが来た意味がなくなっちゃってもあるんで、桃之助はまだ精神的成長が伴ってないというとこあるから、戦いという面で不利な部分はあるのかなっていうふうに感じる。なるほどね。そうですね。まあ桃之助の役割っていうのはここでカイドウの竜と戦って勝つことではなく、カイドウがそこでダウンした時に多分島落ちますと。その時に桃之助が島を救ってくれるんじゃないかなっていう。なるほどね。そうね。パターンが綺麗かな。あ、それは美しいです。確かにね。まあでも戦った間桃之助って何するんやろうね。もう置いといたらいいんですよ。応援？置いといたらいい。まあ応援か。ヤマトからしたら嬉しいでしょうけどね。はい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 。おでんの息子から応援されれば。であとですね、その立派な竜になれたわけじゃないですか。でゾーン系ってやっぱり人獣型があるわけですよ。はいはいはい。桃之助は人獣型に果たしてなれるのか。なれる。どうなんすかね。疑問がある。カイドウも奥の手みたいな感じ出してきてるんで、桃之助は慣れたら慣れたでそれなりになんか戦えるっていう感じにもなるかもしれないっていうのはちょっと思ったんですよね。そうなってくると雨の幅切りいつ出てくんねんって感じもしますけどね。あ、そうなんですよ。それもそうだし、治療してたやつ誰なんていう。まあ確かに一生わかんないんだ。だってね、その理屈だったらゾロとかがダウンした時も助けてくれてもよかったよね。確かに。そうでもカーマンツがちょっと知ってる顔っぽい感じの描写あったからそこは早く日和なのか時なのか分かんないけどもまた後で出てくるのね、多分この後ね。ですよね。出ておかしいからで、なんならこの1025話がもしかしたら101巻の最後になる可能性があるんですよ。なるほど。10話掲載やった場合だから僕本当にこの話の最後とかで影の正体明かされんちゃうかって踏んでたんですけど出なかったんですよね。まだ出ないから。102巻に持ち越して102巻以降99巻の最後に出て100巻101巻と分からない可能性がまだ分かんない。出てきたと。は引っ張るねっていうよっぽどなんか伏線というかあれがあるんでしょうね。いやこれ再来週どうなるんですかね。ね、このままこれ続きいっちゃったらもうカイドウとルフィの対決みたいになっちゃうんで、それなんかちょっとあれですよね。そろそろ決着でもつこんかな、やっぱり。まあでも3度目の正直みたいなところですもんね、これね。そうですね。先にドクロドームライのね戦いはもちろんやっぱりゾロとか3人の戦いめちゃめちゃ期待する部分あるじゃないですか。確かにそこもやっぱ次なりそうだね。なりそうですね。見たいですね。オロチサイドとかもちょっと気になりますけどね。結局ね黒くじサイド気になるね。いやそれはね、これキーさんだけなのよ。黒くじをすごい気にされてるのはね。黒くじだけで1話使うべき。いやほんま大丈夫それ、黒くじだけの回。いや、まあ雷蔵との因縁とかねめちゃくちゃ濃く因縁が描いてほしいなっていう。なるほどね。結構あれですね。はい、感じです。ありがとうございました。ありがとうございま面白かったね。面白い。やってる人は高評価押してください。そしてアナザーブルーのリンクも貼ってますので、のすけさんのチャンネル絶対登録しておいてください。そしてですね、僕たち11月13日にのすけさんが MC をやる小屋フェスというイベントを開催しますので、ぜひオフ会に来てください。お願いします。どんどんブリギー。まだチケットありますので、ぜひね売り切れる前に買ってください。よろしくお願いします。それではせよ。お汁粉食べたい。小屋ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の場合は小焼きチャンネル。